こんにちは、ヨギャオの中村です。今日はですね、僕が元脳が好きだというですね、元脳愛をただただ語るという、回になっております。僕、大工道具の中で一番何が好きですかって言われたら、多分元脳だと思います。やっぱり僕、元脳に一番惹かれる理由は普遍性ですね。多分大工っていう職業がある限り、絶対ある。あり続けるであろうこの道具で、このもうシンプルさですよね。こんなにもシンプルで、そして普遍的っていうところにものすごいですね、心奪われるんですよ。多分人類が最初に手にした道具って多分その手に持って殴打する道具じゃないですか。で、そういう意味で言うともう本当に原始の道具なんですよ。原始の道具でありながら、かつですね、これ国際宇宙ステーションの道具なんですよ。見てください、ここ。元の、元のじゃハンマーでしょうけど、ハンマーあるんですよ。だからもうこのですよ、人類が最初に手にしてであろうこの殴打する道具っていうのが進化を重ねて宇宙にまで持ってくんですよ。だからやっぱりもう人間としては欠かすことができないっていう、すごくないですか？この宇宙にまでやっぱり持ってくんだっていう。その中でもこの元脳ってめちゃくちゃすごいんですよ。これただの鉄の塊だと思うじゃないですか。ものによりますけど、例えばこういう鋼付きって言って、ここの端部ですよね。この端部だけ鋼がついてて、ここ柔らかい軟鉄がついてますよっていうタイプがあったりとか、全部鋼だったりとかするんですけど、でもですね、これ焼き入れで、この叩く面は硬くしといて、中は柔らかくみたいな。これただの鉄の塊に見えて、その鍛造技術がこの中に詰まってるんですよ。だから日本の芸能マジですごいんですよ。だからやっぱね、そういうところをぜひですね、お伝えしたいし語りたいという話になっています。芸能の話すると、重さ問題あるじゃないですか。重さ迷いますよね。僕、タイプとして常に最高の一つが欲しいっていうタイプなんですよ。で、僕、趣味でカメラとか持ってるんですけども、カメラもレンズっていっぱいあるんですよ。カメラ自体もいっぱいあるじゃないですか。でも、いっぱいいろんなの欲しくなるんですけど、でも結局は究極の1台が欲しい。究極の1台と究極の1本。で、これが欲しいと。で、これを探す旅のためのですね、旅でですね、いろいろ買っちゃうっていう。でも結局はその最高の1台が欲しいんですよ。で、それなぜかというと、この時あのレンズだったらとか、この時あの本気のカメラだったら、本気のレンズだったらっていうふうに思っちゃうんですよね。だから元能も同じで、やっぱりこういう時あいつだったらなみたいな、もしもですね、腰袋にその80問目が入ってて、でなんか現場でなんか軽すぎると思ったらやっぱあいつだったみたいな風に思っちゃうわけじゃないですか。なんかあの時のあいつがっていうこの思いがですね、すごい悔しい感じになるんですよ。だからそのあの時あいつがっていうのじゃなくて、もうやっぱりお前だなみたいなこの感じが欲しいっていうので、常に最高の1台が欲しいっていうタイプなんですね。最高の1台を探すたびにですね、何個か揃っちゃうっていう、もっとあるんですよ。実はもうちょっとあるんですけど、その中でもよりすぐりのですね、この子があるっていう感じです。多分元能の回でも多分説明してるんですけど、これが加工用ですね。加工用の元能で、皮脂管というものです。メーカーですね。メーカーが皮脂管というもので、120問目の、丸ですね。丸のカウンターです。で、これ刻みの時とかこれを使います。やっぱ短くしてるんですよね。柄の長さ。これ現場用の船出ですけど、比べて柄の長さが全然違うというふうにしています。加工する時ってこうやって体の近くでこうやってするんで、短い方がいいと。あと、船出が3つあります。で、これ重さが違って、120問目、100問目、80問目があります。で、そうですね。まず先に重さの話しておくと、1問目っていうのが 3.75g です。80問目が 300g。で、100問目が375ですね。で、120問目が 450g。だから 75g ずつ違うという。いや、迷うんですよ。で、もう、この間も現場で、なんか面白い言動ですね、いいっすねって言ってみたら、重くて120問目を使ってたんですよね、その方が。でやっぱ120問目持ったら、やっぱちょっとこの重さいいっすね、みたいに思って、120問目にしようかなって思っちゃうんですけど、今はこの僕100問目を使ってるんですよ。もうちょっと重い方がいいかなみたいな。バコーンって入るからやっぱ重い方がいいかな。120にしようかなみたいに思うし、でもやっぱ腰袋重たいじゃないですか。腰袋なるべく軽くしたいと思うと、80問目と思って80問目買ったんですよ。でも80問目買ったらやっぱ軽いんですよね。軽いと。ちょっと全然叩いた感じがしないってなると、
やっぱ100問目だなと思って今100問目のこれを使ってるんですけど、それでもやっぱちょっと迷うっていうやっぱ重たいのもいいなみたいなふうに思っちゃったんですね。で名で言うと、120問目と80問目がこれがひろきさんです。これがひろきのやつで、このいつも使ってる100問目ですねが、ひしかんになってます。なので僕持ってるのはそのひろきさんと、ひしかんの2種類を持ってる感じです。でひろきさんも輝く方のひろきさんですねの方を使っています。この中でものとして一番好きなのはこのだるまなんですよね。このひしかんのだるま。だるまっていいですよね。なんかすごい美しいというか、このシンプルさがもうたまらなく好きで、いやだるまいいなと思うんですけど、やっぱり現場だとちょっと僕向かないんですよね。ずっと船出なので現場でだるまっていうのがちょっと肌に合わなくて一回使ったことあるんですけど、いやこれ絵が長かったら現場でもいいのかな。なんかやっぱりなんか違うなっていうふうに思っちゃうんですよね。だから現場用の長さの絵で一回だるま作ってもいいかもしれないですけど、ちょっと悩ましいですよね。ステンレス製もあるんですけど、僕はですね鋼推しですね。鉄派です。でこの鉄の表情がまたたまらなくいいんですよ。見てください。これひしかんの、僕のだるまの原能なんですけど、この傷の感じとかいいじゃないですか。やっぱこの鉄だから出てくるこの質感っていう、ここがですねもうたまらないという。でここにひしかんの銘があるんですけど、でこれがひろきさんの輝くっていう方のやつですね。だから磨き仕上げのやつで黒仕上げじゃないんですよ。なのでこういうふうに、やっぱピカピカな状態でもこういうふうにですね使っていくとですね、この味が出てくるんですよね。ちょっと錆びた感じとか、この大田感ですよね。ここの大田感いいですよね。でやっぱちょっとかけちゃうんですけど、これ僕の使い方が下手なだけなんで、ただコンクリートとか叩いたりするんでそれが良くないですよね。この狭いところとかこの側面でですねバンバンバンって叩いとかするんで、ここの辺がまたちょっと傷ついたりとかするんですよね。こういうとこもやっぱこの使ってる感の歴史とかを感じますよね。そういうのもいいですよね。はい、でここにひろきさんの銘が出てるという感じですね。やっぱこの鉄の質感がやっぱたまらないですよね。カンナもそうなんですけど、このやっぱ鉄の表情っていいですよね。でこっちがひしかんで、これ多分全鋼だと思うんですよね。だから分かんないですけど、かけないんですよね。雑に扱っててもかけにくいのかなっていう気がします。であとやっぱここの辺もいいですよね。でやっぱちょっと形違うんですよ。こっちがひろきさんでこっちが、ひしかんですね。この首の太さですよね。とあとここの長さっていう部分がこの細いシャープな感じっていうのがやっぱひろきさんの。でも船出らしさですかね。船出らしさでこっちがちょっとここがちょっと太めになっててひしかんですけどちょっとむくっとしてるっていう感じです。僕形としてはですねこっちのひしかんの方が好きだったです。僕ひしかんだひろきさんだって言ってますけど、実はですねいろんな作家さんがいらっしゃるんですね。基本的には長谷川家っていうところからいろいろ分家して今の名工と言われる方々がですね何人も生まれているという形になっています。元王のこの元王鍛冶としての歴史ってそれほど深くないんですよね。やっぱり明治以降なんですよ。明治以降になってからやっといい鉄であったりいい鋼っていうのが手に入るようになったっていうのがあると思うんですよ。もちろんですね日本の玉鋼、刀で使う玉鋼っていうのはあったと思うんですけど、その庶民が道具で使うような鋼じゃなかったわけじゃないですか。でも近代化が進んで工業化が進む中でいい鋼が入るようになってきて、この元王で特にその焼き入れる形を変えたりとかっていう技術的に高い元王っていうのがですね作られてきたっていうのはやっぱ明治以降、明治昭和になってからどんどんそういうのが作られていくようになったっていうのがあるので、結構意外と歴史としては浅いのかなっていう感じがします。いろんな銘があると思うけども、それほとんどがですねその長谷川家っていうところからですね生まれてきてると。でその辺の流れとかですねそういうので、ね、一度ですね整理したいと思います。新潟県三条の長谷川家がありました。でその長谷川家の直系でですね長谷川寛一郎さんっていうのが、初代の菱館っていうのを作ります。僕が持ってるこの2つですね、菱館を作ったというふうに言われています。菱館の寛一郎さんに、後継ぎの息子さんがいなかったらしいんですよ。なので婿養子として迎えたのが、重里さんですね。2代目長谷川重里さんで、2代にわたって菱館というのを、作られていたんですが、重里さんがお亡くなりになってからですね、その銘は途絶えてしまったという形になっています。
もう一個の流れが長谷川幸三郎さんですね。幸三郎さんは、なんと5歳でですよ。5歳で、旧制堺というところから、長谷川家に養子に行くところで、長谷川家の弟子兼養子としてですね、馬場さんは、同心斎正面で、読み方、名の読み方ちょっと変えるんですね。その同心斎正面という、いう芸能歌人になっています。相田さんはですね、アイ豊ハンマーという会社をやられていまして、弘樹ですね。相田弘樹さんで2つの、芸能を作られています。こっちの輝く方の弘樹と、樹木の方の弘樹ですね。でこの樹木の方の弘樹が、黒い焼き入れた状態、その黒い状態の芸能を使っていて、弘樹のは、磨いた状態ですねのものっていうので、2つ目分けています。相田さんのお弟子さんですね、長谷川さんという方がいらっしゃいまして、登録という名でまた芸能を、出されています。この登録という名も相田さんのお父さんがですねもともと使っていた名らしいんですよ。でそれを受けてですねお弟子さんにお渡しして、お弟子さんがまたその登録という名前で丸芸能であったりとか、だるまであったりとか、なんかそういう芸能をですね今作られていらっしゃいます。という、大きな流れとしてですね、こういう、名菱館幸三郎正面弘樹登録という、この流れとしてはねこういうのがあるという感じです。同心斎さんの作ってる様子もですね結構いろんなところに上がってますね。これですね、これも正面さんのこれも焼き入れのシーンですね。いやこの焼き入れのここの繊細さですよね。こういう焼いてジュッっていうところじゃなくて、ここの動きとかこのプロセスに多分ものすごい意味があるわけじゃないですか。やっぱすごいですよね。いや素晴らしいなと。でこれ多分違う動画だと思うんですけど、鋼の爪付けと、芋付けのお話をされているのもあるので、それちょっと後でリンク探して貼っておきます。その話もですねすごい面白いです。その弦のここ鋼つけるって言った時に芋付けといってそのピタッとつけるんじゃなくて、昔は爪付けで幸三郎さんのお話ですね。幸三郎さんが昔爪付けという形でやってたと。すごい有名な、大工の道具の研究家の方がですね幸三郎さんの工場でそれ見た時に「なんだよ爪付けなんてやってんのかよ」みたいな、その千代鶴はそんなんじゃなくて芋付けでやってたよっていうふうに言われて、それから研究してこの芋付けをやるようになったっていうお話ですとか、そういった話とかをですねされてるのがあるので、もしよかったらそっちも面白いので、見ていただければと思います。それぞれのですね作風をですね、ちょっとこれは、プロショット北斗さんのホームページを、元にですねご説明させていただきます。これ幸三郎さんのページですね。で幸三郎さんはこういった作品を作られています。はい。もう幸三郎さんのものなんてめちゃくちゃ高いですからね。今20万ぐらいするんじゃないですかね。いやー手に入らないですよね。はい。でもやっぱりちょっと憧れますよね。やっぱりそのね、幸三郎さんのこの火作りっぱなしの弦の価格お問い合わせください。いくらなんだっていう。怖いなと思いますけど。でもちょっと憧れはしますよね。はい。で、これが幸三郎さんの、作風といいますか、こういった形のものを作られていますと。で、同心斎正面さんのがこういうページですね。はい。こういう形ですね。名が独特ですよね。こういう入ってると。同心斎ってコツって入ってたりとかですね。します。はい。こういう感じですね。はい。船出もあるんですけど、船出も手に入らないですよね。はい。です。で、これが、同心斎さんの作風ですね。で、次に、これが、アイトヨハンマーの後期2種と藤六さんですね。で、これが、後期さんの鋼付きのやつですね。で、後期さんのハンマーじゃん、弦のですね。です。ここの違いなんですよ。この後期っていう黒い、樹木の字のこっちの漢字の方は、こういう黒い焼いた状態の
もので、輝く方はですね、まあ文字の通りですね、磨き仕上げという風になっています。はい。で、あとこれ皮脂管ですね。これ皮脂管です。で、これ見てください。ここに斜めこうやって斜め立ち上がってるんですよ。これが爪付けってやつなんですよ。この鋼をちょっと折り返してですね、より密着性を上げたというか、くっつきやすくしたっていう、あと、まあ、作りやすい、芋付けよりは多分こっちの方が作りやすいんでしょうね。ちょっとわからないですけども。爪付けと言われるものですね。はい。で爪付けすごい得意とされてたのかもしれないですね。まあでも、爪付けがそんなに悪いとは思わないというか、これはこれで一つのデザインじゃないのかなって思うんですよね。この斜めにこう入ってるっていうのは。まあ、これはこれでかっこいいなと僕は思います。で、これが皮脂管です。皮脂管ももうね、もう、なくなったら終わりですから、なかなかあれですよね。もうほとんどないという、まあ、ヤフオクとかでしか探せなくなってきますよね。これが登録さん、コウキさんのところで、修行されていて、まあ、形としては、まあ、コウキさんと、まあ、同等というような形で、今、作られているという感じだと思います。まあ、形もすごい素晴らしいですよね。で、僕としては、コウキさん好きなんですよ。コウキさんの形ってすごくシンプルですごく品がある感じがするんですよね。何でしょう、もうシンプルを追求していってる感じがするんですよね。で、特に感じるのがこのだるまとかの樹木の樹のところのここの面の取り方ですよね。すごく漢字の樹木の黒いやつのところとかで、この同心斎さんとか幸三郎さんとかってここの面大きく取ったりとかする。まあこれ衣装としてここの鋼の部分ですとか、ここをわざと広く取るんですけども、ひろきさんそこすごく狭く取るんですよ。ここも糸面なんですよ。この感じっていうのがすごく品がある感じがして、この鉄の焼き入れたこの素地の状態っていうのも美しいですよね。これやっぱりひろきさんのこのシリーズも欲しいんですけど、売ってないっていう手に入らないっていうのがあって、まああともうこれ以上道具を増やしたくないというか、もうじゃね、これじゃあ買ったらこの皮脂管使わなくなるのかっていうと、これもまた惜しいというか申し訳ない感じするじゃないですか。だからまあこれ以上下手に数も増やせれないしね、とはいえやっぱりひろきさんのこのなんかひろきさんの丸とかだるま、いやかっこいいよなーって思うんですよね。まあでもそうですね、だるまよりもでも丸ぐらいの方がかっこいいかな。はい、丸ですかね。買うとしたら丸かな。でも四角、いや意外と四角かな。ね、いや次買うとしたらやっぱ四角かもしれないですね。いやかっこいいですよね。この焼きムラの感じとかね、いいですよね。はい。いや素晴らしいですね。はい。あまりメディアに出ない方ですよね、そのひろきさんって。それでも、ブログの中ですごい人見知りで口下手だから外には出ないみたいな。でもこの思いを伝えるっていうので、ブログでまあ弟子ですよね、弟子の募集というか、その思いをちゃんと伝えるっていう後世に残すためにもっていうことをやられていて、その文章もすごく僕結構好きで、ちょっと読んだりとかしてるんですけども、でその中でですね、千代津惟秀さんが生涯の中で20個ですね元能を作ったらしいんですよ。千代津さんも元能作ってたんですね。なんか小型、まあカンナのイメージと、あと小型なんかすごい美しいっていうイメージあるじゃないですか。元能も作られていて、でその元能がですね、これなんですよ。で竹中道具館に1個貯蔵されているらしくて、これが山彦だったかなっていうやつらしいんですけど、かっこいいっすよね。なんかもうこれは使えないですよね。神々しすぎな、まあもうこれはもうね、貴重品ですからもう使うもんじゃないっていう感じはしますけど、いやでもかっこいいですよね。でこの時の時代ってやっぱりサンダーみたいな回転サンダーみたいなのなかったらしいんですよ。だから火作りの時代でどれだけ持っていくか。であとヤスリと
線で仕上げるしかないから、いかに火作りの時点でこの形まで持っていくのかっていうのはですね、すごく求められたそうです。だからここの部分の荒々しさみたいのはやっぱりそういうサンダーかけてないからっていう部分があるのかもしれないですね。それか墨流し的な作風としてこういう表現になってるのかちょっとわからないですけども、まあでもいずれにしてもこの鉄の表情っていうのはやっぱ美しいですよね。かっこいいなと。また千代鶴さん20個だっていうのもすごいですよね。20個見てみたいなと思いますけど、はい、この名と歴史のお話をさせていただきました。ぜひですね、これ一生ものなわけじゃないですか。もう元能が壊れるなんてことまずないですから。壊れるとしても絵ですから。絵が壊れたら別に入れ替えればいいので、この頭の元能が壊れるってことほぼないと思うんですよ。だからもう紛れもなくですね、一生ものの道具です。だからこそぜひ皆さんにもですね、買っていただきたいというか、ぜひですね、このやっぱ仕事楽しくなると思うんですよね。元能いつも持ち歩くわけですから、それがやっぱなんかこのかっこいいやつだったらちょっとテンション上がるじゃないですか。だからですね、ぜひですね、元能を、買うのもですね、検討していただきたいなというところで、選び方というところでですね、まず、少しお話ししたいんですけども、まず形の違いですね。まあこれ皆さんご存知だと思いますけど、左右対称というところで丸や四角や八角があります。あと、左右非対称というところで、この船出ですね。まあこっちが打撃面でこっちが尖ってるっていうのが多いんですけども、肩口船出山吉などがあります。であとはもうこれはもう選び方は好みなので、まあどれが使いやすいものを選ぶという感じですね。あと素材のところで、2種類大きく分けてあります。でそれが全鋼といって全て同じ鋼でできているものと、端部ですね。端部に、さらに違う鋼をつけているという、鋼付きというものがあります。で鋼付きの方がですね、まあ、工数が手間もかかるというところで、高価になっています。はい。ただ使ってて違いが分かるかというと僕はちょっとよく分からないですね。はい。なので選ぶときにですね、こういうところもですね、ちょっと気にかけていただければなと思います。なんかそういう元能のお話でした。もっと詳しい方たくさんいるんですけど、入門編ということで、元能のお話をですね、いろいろさせていただきました。皆さんもですね、ぜひ、皆さんはもっとお持ちの方多いと思うんですけど、ぜひですね、もしよければですね、もしもまだ元能鍛冶が作ったですね、元能っていうのをまだお持ちでない方いらっしゃいましたらですね、ぜひお店いくつかですね、リンク貼っておきますので、ぜひ検討していただけて、あとメルカリとかですね、メルカリとかヤフオクにも中古のやつ出てるので、そういうのでもいいかなとは思うんですけど、できればですね、金物屋さんでですね、お気に入りの一つ、ぜひ検討していただければと思います。はい。ということでですね、僕が元能好きだという話をね、永遠と語らせていただきました。はい。ということで、今日もありがとうございました。では、失礼します。